まだ起きてるなら今日はこの3本。なかなか気になる並びなのだ。サッカー、日本の金利じゃなくてアメリカの金利、それから買い物の景気の話まで行くのだ。最初にサッカー、次に金利、最後に消費って順番がじわじわ効いてくるわね。あーし、こういう並び好きじゃん。まずはなでしこの話から行こう。まずはサッカー女子日本代表なのだ。 FIFA、つまり世界のサッカーをまとめる組織が出した最新順位で5位まで上がったのだ。8位から5位はかなり上がったわね。トップ5に戻るのは去年3月以来って久しぶりだわ。トップ5って聞くだけで勢いある感じじゃん。やっぱり追い風来てるよね。3月のアジアカップで2大会ぶりに優勝したのが大きく効いたのだ。大会で結果を出すと見られ方が一気に変わるものね。そういうの数字以上に空気が変わるわ。しかも相手世界2位のアメリカなんだよね。4月の強化試合で1勝に入って数字だけ見ると負け越しじゃん。でもアメリカへの通算3勝目を取ったのはかなり値打ちがあるのだ。格上に1回でも刺さると評価の流れが変わるわよね。ランキングってそういう細かい積み重ねも見てる感じだわ。それって学校のテストで難しい問題を1問取ると印象が違うのと同じ感じだよね。なるほど、勝ち方が次の見られ方につながるのだ。監督が変わったばかりでもあるし、今は土台を固める途中って見方もできるわね。4月は加納道久監督代行が指揮してたよね。新監督が決まるまでここで流れを切りたくないじゃん。来年のワールドカップはブラジル開催なのだ。そこへ向かう道としてこの上昇はかなり大事なのだ。上位はスペイン、アメリカ、イングランド、ドイツって並んでるのね。壁の高さがもう名前だけで伝わるわ。その中に食い込んでるのやっぱり誇らしいニュースだよね。次はアメリカのお金の話なのだ。トランプ大統領が次の FRB 議長に指名したケビン・ウォーシュ氏が公聴会で独立性が大事だと強調したのだ。公聴あって議会で考え方を問われる場でしょ。そこであえて言うのはかなり意識してるわね。金利の話ってニュースで見ると急にむずそうに聞こえるけど、要は借りるお金の重さに関わるやつだよね。そうなのだ。トランプ大統領は承認されたらすぐ利下げしてほしいみたいな姿勢を見せたのだ。でも候補者は大統領から独立して判断するって言い切ったのよ。そこを曖昧にしないのは重要ね。それ上の人に口を出されても数字の判断は自分でやるみたいな感じじゃん。さらに操り人形になるつもりはないとまで答えたのだ。かなり強めなのだ。あら、そこまで線を引くなら就任後の距離感は気になるわね。しかもトランプ大統領は世界で最も低い金利水準であるべきって言ってたよね。利下げ圧がかなり強いじゃん。ただ候補者は金利を下げるかどうかは FRB 次第だと言っているのだ。ここで FRB がブレると物価とか雇用の見方までぐらつくものね。物価ってコロナ後に35% も上がったって話も出てたし、そこをどう見るかで姿勢がわかるよね。値段の上がり方が大きいと利下げだけで全部うまくいくわけじゃないのだ。そうね、金利を下げれば楽になる場面もあるけれど、物価の熱を冷ます役目とはぶつかることもあるわ。こういうのってカレーを薄めたら食べやすいけど味がぼやける感じに近いじゃん。だからこそ次の議長がどこまで独立性を守れるかが注目なのだ。最後はアメリカの小売売上高なのだ。先月は前の月より 1.7% 増で思ったより強かったのだ。予想の 1.4% くらいを上回ったので意外と底堅いわ。しかもガソリンスタンドが 15.5% 増ってそこがかなり跳ねたよね。イラン情勢を受けて原油価格が急上昇した影響で少しでも安いうちに給油する動きが増えたのだ。いわば上がる前に先に確保したいってことね。私も気持ちはわかるわ。生活で言うと部活の前に売り切れそうな消耗品を先に取っておく感じじゃん。焦げるよね。しかもデパートや家具、ネット通販まで全部伸びているのが面白いのだ。一部だけじゃなく広く伸びると消費が弱っていない見え方になるわね。売上全体が7520億ドル、日本円で119兆円余りって桁が大きすぎて感覚がふわふわするじゃん。それでも FRB は
エネルギーや燃料のコストが輸送費やプラスチックの値上がりにつながると見ているのだ。そこが厄介なのよね。ガソリンだけじゃなく、いろんな値札に波が来るわ。つまり車に入れる燃料の話が、回り回ってネット通販の箱とかにも響くってことだよね。そう考えると、消費が強いのは明るいけれど、原油高が長引くと別のところにしわ寄せが来そうなのだ。でも今はまだ持ちこたえている段階って味方なのかしら。次の統計でガソリン高がどれだけ広がるか、そこが気になるじゃん。家計の感覚に近いから見ておくと面白い数字なのだ。じゃあちょい豆知識いくね。ワールドカップって1930年のウルグアイ大会から始まってるんだよ。そんな昔から続いてるのだ。すごい長さなのだ。しかも基本は4年に1回で、第二次世界大戦の時だけ中断が入ったよね。だから開催の感覚がかなり印象に残るじゃん。4年に1回だから、待ってる間に盛り上がりが育つのね。それに、全世界のテレビ視聴者数は通算で310億人を超えてるっていうから、規模が別格だよ。1回の大会じゃなくて、世界中のイベントとして愛されてる感じなのだ。だからなでしこの順位の話も、世界大会につながるから余計に見応えあるじゃん。今日はなでしこの上昇も、金利の綱引きも、原油高の広がりも、動きが大きい回だったのだ。気になった話はコメントで教えて、概要欄にもリンク置いてあるから、そっちも見てみてね。私は、次の FRB の判断が一番気になるわ。ではまたね。また次回なのだ。